吉野の山里、一人の老職人が気合を込めて一本の藤蔓を操ってゆく。今ではこのような強い藤蔓はどこを探しても見当たらない。一本の藤蔓は神の使いを帯びた蛇のように白木の肌にぴたりと巻きつき、しっかと食い込んでゆく。この藤蔓は20年前に採取され、山鹿の暗い土蔵の隅に寝かされてきたものだ。20年間の眠りはただの眠りではない。鶴の肉と繊維が程よい自然の湿り気を吸い込んで、しなやかな強さを蓄えてきたのだ。彼らは包むことに一心を込めた。包み込まれる中身が時間とともに熟してくる。送り届けられ包みが解かれた時、安家寿司の味加減は食べ頃の最高のうまさに作られていた。しかしこの藤蔓も日の光をわずかに浴びただけでやがて開けるために切られてゆく。日本の神という言葉ははじめに目上の人を指していった言葉である。山の方から稲の神が降りてくる。里人は稲の神を迎えて相撲を取る。大地を踏んで地の中に豊作の強い力を入れ込むためだ。一心に見えない稲の神と相撲を取る。稲の神は強い。取っては投げられ、投げられては取り続ける。取り続けることは全身全霊で祈り続けることなのだ。やがて稲の神がにっこりと笑う。ひねりの始まりは人々の素朴な心の表れである。包み物にささやかな願いを込めて備える。大自然の摂理は大きく柔らかく人々の
心を包む。自然の一つ一つのものは人々の作ったその時々のその季節季節のうましものを包む。自然が育てた色、自然が織りなした形、そして包み込まれた心の存在。自然が人々の知恵と技術を生かす。人々が自然の摂理と命を生かす。そこに包むという手作りの伝統が生まれた。産みたての卵を包む。5人の子供たちを愛おしく育てるように。産みたての卵を遠くまで運ぶ。5人の子供たちをそれぞれに旅立たせるように。卵つとという。藁と藁との隙間が自然の窓になり、包み込むものに対する素直な愛情で固く編まれている。山深く分け入る木こりの腰のあたりに小刻みに揺れていても大丈夫なのだ。紀元前3世紀、この日本の沿岸に稲を作る民族が上陸してきた。その時から手軽で強くしなやかな藁の生活文化が始まっている。古い昔のこっちゃ、この巻きぶりの包み方を始めたんは誰やろうかね。日本海ちゅうとこは魚の宝庫でいろんな魚が取れたもんや。中でもブリは王様やったっちゃ。寒ブリを10日ほど塩水につけといて、きつい潮風の中で陰干しにして藁縄で巻きつける。頭と尾っぽの方はきつく巻いて
中ほどはゆるーく巻いとく。こりゃ風通しを要するためや。食べる分だけほどいてまた巻いとくがや。遠い山奥まで持って行ったもんや。まあ今で言う保存食ちゅうことかね。いつ見ても美しい形や。この巻きぶりの包み方を考えたんは一体誰やろうかね。この国の人々は厳しい自然を敵とはしなかった。自然の懐に入り、自然に溶け込み、自然そのものから創意工夫を組み立てていった。自然に逆らわず、自然そのものが教えるままに暮らしと人々の相和を育ててきた。人々がすぐに目につく身の回りから自ら作り出した藁の生活文化の流れの上に木の生活文化の流れが重なる。そしてその流れの上に笹と竹の生活文化が美しく重なる。藁、木、竹、笹、紙、土、それぞれの生活文化の流れが包むという行為の素地として人々の豊かな想像力を高めていった。竹、そのまっすぐな乾いた感じは湿気の多いこの国の人々にとって大昔から魅力ある植物であった。竹の節を利用したもの、竹の弾力性を利用したもの、竹籠、竹ざる。日本人の造形力は竹という素材を手にして一段としなやかでシンプルなものを作り出す。一本の竹から36枚もの竹皮が取れる。竹皮はよく晴れた夏の朝、下の方から
一枚ずつはらりはらりと落ちるという。牛肉のすき身、白味噌と赤味噌、木槌で割った飴、自然が作り出した丈夫で手頃な包装紙であった。植物の木は日本人の気持ちの木に通じ、気力の木にも通じている。大昔から人々は木の生命力の強さを自己の体内のものとして求めやまなかった。白木の持つ清潔さ、木の皮が放つ香りのすがすがしさ、夏目冬目の美しい模様、素地を生かして手作りの木の箱に生かされている。日本人は昔から食べ物の味を見ると言った。視覚に映る色彩と形の美しさ、味は食べる時だけのものではない。食べ物を入れる容器も単なる入れ物ではなかった。食べ物を取り除いても入れ物には入れ物独特の面白さ、楽しさ、美しさが必要とされた。日本人の心のゆとりがそうさせたのである。気軽さの中に素朴な味わい、その土地その土地で作られた風土の感触、中身の食べ物を超えた入れ物に寄せる喜びと楽しみが見事に捉えられ発揮されている。メイドイン京都、それはメイドインジャパンをはるかにしのいでいる。和紙を使った傑作は京都である。印刷ではなく染め紙を使った優雅さである。さらに文字のデザインが美しい。文字の入れ方と余白のバランスを見事に調和させて格調の高さを浮き立たせている。
古来から京都は日本文化の中心地であった。御所や多くの寺院に出入りする商人たちがアイディアを競っていたし、商人たちの背景にいる職人たちが日を追って技術に技術を磨いていたからである。菰かぶりはまず手書きから始まる。この道60年、日本でただ一人の書き手である。
今日も一人の職人が人だるの菰かぶりを作る。一つ一つ力を込めて丹念に素早く手際よく菰かぶりを作る。幅広い菰を樽にかぶせてきりりきりりと縄で締め上げてゆく。少しの緩みも許せない長い年月に鍛え上げ手で覚えた最高の技術である。完成した菰かぶりの肩を叩いてやる。どっしりとした風格、固く締め付けられた手触りの良さ、大きな文字が前面に押し出されて晴れの土俵入りの様子である。原木から板を削り出す。一つ一つ神経を集めて金属の刃物を使わず木肌の味を壊さないよう木製の小太刀を使って板を削り出す。次第に薄くなってくるとあとは素手の技で木板を裂いてゆく。紙のように薄く裂かれた経木、そこに滑らかな光沢を発見する。薄く裂いてゆくには原木の確かさを見極める目が必要である。見極められ選ばれ夏目冬目の自然の法則に導かれ1ミリの薄さまでにもなる手技の良さである。かつて秋田の山里ではうどんを挟む板もこの方法で作られていた。なぜそこまでしなければならないのだろうか。それは自然を敬う彼らの心である。自然そのままの姿と味わいを生かしきる彼らが我々に伝える心である。包む行為は必ず解きほぐされてゆく。藁も木も竹もそして土もいつか原型を失って壊されてゆく。それは大地に帰るためだ。大地に飲み込まれて再生の日を静かに待ち望むためだ。我々はそれを忘れてはならない。したたかに包む、したたかに包むという行為が温かさと
その執念を失わない限り、解きほぐされたもの、大地に飲み込まれたものの一つ一つは、やがて再び命の芽を吹き始めるだろう。はじめにひねりがあった。それが包むの原型である。